사람들肘前持ってこい、肘を前に。まず足のかかとをしっかりつける。かかとをつけろ。
上半身起こして腰を前に伸ばした膝を真上に向ける前に手前で立て、手前で立て。はい、そらそら先頭。はい、腰割り、腰構えろ、構えろ。これで。いくよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。入ってやってる。よいしょ。入ってやってる。よいしょ。よいしょ。肘を前に。よいしょ。よいしょ。腕をまたげ、ちょっと。反対行くぞ。はい、締め。よいしょ。よいしょ。まさか土俵またげ。よいしょ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 。今日のメニューは豚味噌ちゃんこと、ハムエッグ、鶏肉の、ネギ炒め、豚バラのうま辛キャベツ炒め、うま辛キャベツです。はい、お願いします。お願いします。うま辛キャベツをさ、携帯で調べて、多分なんか出てくるから、もうそれでもなんかちょっとうまい感じ作っといて。ちょっといい仕事をずっと。携帯持ってきます。任せるって感じですか、今日は。いやまあまあちょっとね出世大事なんで、ちょっとずつなんか覚えさせながらやっていこうかなと。なんかよくさ焼き鳥屋とか焼肉屋とかでさ最初の突き出しになる出てくるやん。あんな感じでいいよ。なるほど。頑張れ。それ今日の仕事やと思う。気持ちや。お通し的な感じに。そうそう、お通し的なキャベツを、多分キャベツいっぱいあるから使ってくれると思う。ああ、わかりました。あれなんか味噌となんか味噌なん俺結構塩のイメージあるんですよ。そうですか。僕肉味噌のイメージあるんです。いやでもいいよ。お互いでじゃあさ、2種類作ればいい。2種類作る。味噌のやつと。いや難しいですよ僕。塩は簡単ですけど。で肉味噌のイメージあるんだけど居酒屋だったら。そう。はい。あ、昨日塩昆布あったやんなんか。はい。頑張ったね。今日も買い出ししの袋買ってきたんですよ。嘘。それマジでやればいいよ。あ、それでやるってことじゃん。なるほごま油とそれと混ぜたらもう。できるやん。ど。風。簡単やね。出た。ごま油用意します。ミスった。絶対、これでいっか。ミスる。できるか？ボールもうちょっとでかい方いいんちゃう？てっちゃんできるか。でかい方いい。
前の寺澤さんのせいちゃんって言ってからのおいクソガキが親がめっちゃハマったらしいです。じゃあガキクソやあ、ガキクソ。あれね、自分で鍋作ってる時の。あ、そうそう。寺澤さんの鍋肉団子。ああ、はい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 。自分弁当ね。寺澤さんの鶏肉と。場所中とかって結構、まあ、みんなやって帰ってくるじゃないですか。はい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 。結構その雰囲気とかって変わったりするんでしょまあやっぱちょっと緊張感っていうかはありますよね。う。うん。やっぱこうみんなもう取り組みに集中してるんで、うん。ちょっと緊張してるっていうか、うんまあ顔見ても全然違う子もいるし、うんまあ人それぞれなんで、うんなんかいろいろいますね。それ半分ぐらい。この袋はこれ鍋でいいんやんな。はい。まあさっき切ればいいんで。ないわ。いや、この下にまた新しく取れてた。あ、じゃあうまいっす。うまい。お前らつまみばっかつまみ食いばっかしとらんとしてくれよ。うまい。うまいっす。うまいちゃうねん。うまいちゃうねん。お通しで出てくる絶対。音出てくる。はい突破よこれ。桜井君は場所どうでした？はい。あ、この人っすか。はい。ダメだったっすね。 2勝5敗。はい。まあなんか、来場所頑張ります。はい場所か。なんか怪我とかはないですか？あ、この間は左肩が痛かったっすね。大阪の時は。で、今がちょっとこの間稽古してて、左足首靭帯損傷みたいな感じで言われて、おお。あ、やばいかなと思ったんですけど、もうだいぶ治ってきたんで、治りは早いかもしれないです。まだ若いんで、自分で言うな。まだ18なんで、あんま言わないです。18歳の時。まだ18なんで、はい、まだみんな YouTube 見てる方よりは多分若いと思うんで、ね、ね。僕は最年少に。最年少の割にはちょっとだいぶ年上の曲を聴いてるんですけど、桜井君大阪いっぱいいろいろ食いました？ああ食べました。串カツとかもいろんなもん。大阪何が一番良かった？言える範囲で。言える範囲で。言える範囲で。大阪ですか。やっぱ道頓堀ですね。道頓堀が楽しかったですね。何が楽し食べかった？歩きです。食べ歩きが楽しかったです。まあどこでも食えるんですけど、いちご飴とかいっぱいあったんで。いちご飴。一番ベストやん。あ、ポップマートなんですよ。ああ、なんかね、ポップマートみたいな感じでなんかいろんなグッズが売ってる。おお。そこに欲しいものがあったんで、今バッグに紹介したラブブーとかもそれ買いに行きました。こんな馬乗ってますよ。バッグのキーホルダーの入れ替えありました？あ、入れ替えありましあた。天ぷらつけました。ね。なんか変な水色のやつつけましカバンのやつ？た。はい。めちゃくちゃついてたもんな。はい。4つぐらいついてました。玉ねぎですよ。
3キロぐらいですね。 3キロ。あ、まだいい、まだいい。でも巡業に今関取4人とはい。付き人とか含めて全部十何人ぐらい行ってるんで、いつもよりはちょっと少なめっすね。そうですね。はい巡業ってどちらに行かれてるんですか？みんなバラバラなんですか？いや、全員でバスで同じところ行ってるんですけど、今この辺関東周辺、茨城とか栃木とかその辺なんかぐるっと回って最後帰ってくると思います。全然無知であれなんですけど、はい巡業ってこっちの北関東の方ってそんなに部屋があるわけじゃないですよね。もうバスで全部貸しバスで乗って全国回るっすね、もうそのバスで。で例えば茨城でやってそこバス乗って栃木行ってそこからまたバス乗って群馬行ったりとか、そういう感じでもうずっと全国その回るっすね、出てる子は。何をするんですか、巡業先では。稽古はもちろんそうなんですけど、普通に本場所みたいに取り組みしたりだとか、あと相撲ジークって歌歌ったりとか、食器り面白おかしくやったりとか、そういうのをやったりするんですよ。食器りはうちの部屋の力士がやったりもしてるんで、その食器り要員で行ってる子たちもいるから、だから半分ぐらいしかおらんよね。半分は言い過ぎやけど、いやほんまにそんな感じっすね。あ、そうっす。白龍関はちょっと腰痛めて帰ってきちゃってるんですけど。途中で帰ってこられたんですね。そうです。その大阪場所終わってそのまま大阪からバス出発するんですよ。バスっていうか出発なんで、もう全然こっち帰ってこれないんで、部屋に大変だとは思うんですけどね。朝東さんの食器で YouTube に上がってるやつ見ましたよ。ああ、本当ですか。あれであいつは稼いでるそうです。稼ぎ時らしいです。結構でもいろいろ多分準備必要ですよね、あれも。打ち合わせしたりとか練習したりとかですよね。はい、前とかやり始めた時食器、稽古終わってから食器の練習してましたもんね。しかもなんか全然違う部屋の力士とやってるじゃないですか。ああ、そうですね。それはやっぱ同じ部屋でやった方がなんかいろいろやりやすいかなとかと思うんですけど、そうでもないんですか？それもそうですけど、教えながら多分やっていくんで、で多分今朝東が違う部屋の子に教えてると思うんですよ。それで一緒にやったりしてると思うんで。なるほど。焼き鳥のタレっぽいのを作ったんで、これをちょっと一緒に炒めていきたいと思います。いや、いいよ。今キャベツめっちゃあるの。キャベツばっかやん。昨日もなんかだけにするっていう。あ、届いた。新しく。大根もだけにする。すごい。キュウリも。これちょっとコチュジャンとか豆板醤とみりん砂糖でちょっと甘辛くしたやつなんで、これをちょっとキャベツとこれで炒めようかな。あとは目玉か。
キウイでかくないですか？大きいっすよ。これも差し入れでいただいてるやつなんですけそのまま出すの？ど。いや、違うっす。違うの？はい、何で切るってこと？とりあえず、びっくりした。食えないでしょ。これで出したらめっちゃおもろいけどな。誰なんでもできるんです俺食うで。か。ああ、リンゴみたいに食べないと。八重川実家とかには帰ったんですか？帰ったっす。友達とも遊びました。遊んだっていうか、帰った時にたまたまお風呂行こうって話になって、はいはい。で当日、まあ誰も予定してなかったんですけど、その日に友達に誘ったら6人7人ぐらい一気に集まってくれて、いや、友達おるんだな。みんな来てくれて、えで高校の友達誘っていくわとか言って、お前誰ってあ、全然初対面の子もいたんですね。はい、相撲の話とかも結構なんか聞かれるんですか？給料いくらなんですか？ないで。ね、全然全くないとか言って、友達現場で働いてたりしてるんで、現場来いよとか、大丈夫かなって。それさん仕事ありますよ。何やる？ベーコンインはい。いい感じ？まだちょっと硬いやろ。もうメニュー見てないけど。なぜハムエッグ、オッケー。あとじゃあお願いします。で韓国から大阪に乗り込んで、そのままその足で関空からそのラーメン屋さん行ったんで。で、コーラの飲みというものね、めっちゃ言われました。そうっす。喉を開いてね。毎回締めにコーラで。いやまああったんで。言っとくみたいな。あれでもニューライトでもそうやったっすよね。最後あれっす。東京帰ってくる日はニューライトからお持ち帰りでテリスペ卵焼きの目玉焼き乗ってるセイロンカツとチェホン、チェホンバターカツバターライスにカツと卵焼き乗ってるやつをお持ち帰りして部屋で食ってから帰りました。いやでもめっちゃ大阪はやっぱ飯うまいんでみんなで大阪で太ってんじゃないですか。まあ今パウマナレ？わからん。前 YouTube のあれ見てた時に、新弟子のラーメン行ったじゃないですか。あれ一番再生されてないですか？十何万回再生で。あれ言われたっすよ。もうさすがにテレビと違ってね、コメント部分も面白いよね。面白いですね。数字で出るし、はい。結構コメント見るんですよめっちゃ見てるし。僕。アベマとかも。結構エゴサする人。めっちゃする。やばい。アベマでも毎回自分のタイミング戻してコメント見て、やべえみたいな。なんて言われてるの？平井駅とかなんかもうそんなしょうもないコメントばっかりする。平井駅。あ、平井二期？平井。あ、2期？いや駅駅があるんですよ。平井町みたいなとこがあって。砂坂君もなんかあれですよね。3月場所前半めちゃくちゃ良かったですよね。なんかすごいなと思って。言わないでください。やっぱ勝ち越し決まっちゃうと緊張するもんなんですよ。おお、そうなんですね。緊張するじゃないですか誰でも。これハムでいい？リッキー君。ハムエッグは7。
はい。まあ、関係ないですよ、もう大体関取賞入って、まあ、2年中ですけど、まあ、下は本当、あんま関係ないです。価格もすぐ入ってる子もいれば、あれですね、今人数少ないんで。あんまりルールがない。まあそうですね。巡業半分ぐらい来てるんで。暑くないですか？暑くないですか？適温です。稽古したって感じの感じでしたよね。いや、逆ですよ、逆。足痛めてるんで。はい。やばいです。昔のお相撲さん見て残す。大阪場所どうでした？大阪場所は、4勝3敗で勝ち越しました。おめでとうございます。朝櫻井君はどうでしたか？僕は負け越しました。いや、次の目標は今場所の。次の目標は、まあ、怪我なく勝ち越せるよう頑張ります。怪我がないことがなんか一番です。なんか印象深い取り組みというかありましたね。先場所ですか？はい。最後の相撲が楽しかったですね。最後。応援いっぱい来てたんですよ、最後なんで。その時にもう目の前に、ね、もうお客さんがいて、これ負けたらあかんなと思って、最後の最後で集中して勝ったのが印象ですかね。やっぱり一番最後の相撲が力入ってました。結構聞こえるもの。聞こえますね、はい。まあ、諦めないでいけたんで良かったと思います。総来さんなんかあります？印象に残ってる。いや、やっぱり勝ち越し決めた時ですね。相手も千代栄さんで元関取だったんで、勝てて嬉しかったです。でも逆にその勝ち越しがかかってると結構力入るんじゃないですか。そうですね。やっぱり他の相撲よりやっぱり一番力入りますね。大阪楽しみました。大阪はもう楽しすぎました。どこで？はい。いや、場所休みでも楽しかったんちゃうの？まあ楽しかったです。どっか行きました？これでもいろんなとこ食べに行って。どんなハプニングしてきた？いや、ハプニングないっす。まあでもやっぱり1年に1回しか行けないんで、大阪にしかないものをいっぱい食べました。何が美味しかった？大阪で。
お墓っすか。串カツっすかね、やっぱり。串カツはい。なんかいいお店あったんですか？串カツいいお店ですか。いや、いいお店はいっぱいあるっすね、やっぱ。人気店みたいな。こういう時だって食えよ。こういう時はちゃんと食わなあかんねん。いやいやいや、あれ桜でつけろって言われてつけたんじゃないですか。バレてるで。ここなんだ、こっち。飯食う前に体重測るんですよ。で終わってからね。いや、もうずっと見ちゃったら、服が遅いから。で、ずっと見ちゃっていいよ。多分飯慣れたらタイムプラスなんかで取らないでしょ。一緒な。さあ91.7ぐらいです。数字とか見られない。着物のあれです。もともと91.7。着物込みで着物込みで90飯食べ終わった後の目標は95で。 95。じゃあ今日95行くまでちゃんとしてくださいね。食ってくればいいよ。寿司を金払って。俺のも最高76円。絶対50とか50とかじゃないですか。二巻で山本は190歳。190歳。中学の。確かに山本山ってでかいもん。190は。中学校持ったらいい。そんなあるんですか。余計それ怖い。確かあんだけでかかったです。全部チョコ。食べちゃって。とに
お世話ちゃんです。お世話ちゃんお疲れです。美味しいんじゃ美味しいんじゃいくでおいしいじゃん。フラッシュ多いです。多分ご飯おかわりね。ご飯おかわりね。この量は最近俺昼ご飯に入ってほしい。食うや。卵かけご飯。あ、流し込みたい。俺はそろそろすごい早くいけないから。新しい人いるよ、新しい人。戻って。怖いわ。しよなら。危ないで。そんな熱いの？あ、どうぞ。ごめん。そうなんだ。間違えた。この卵かけご飯の考えた。めっちゃ静かや。自分でしょ。ダメです。それいつもうるさいよな。めっちゃ生意気なのに。ハム、お前の食えよ。ハム、おかわりあるよ。おかわりよ。やめろ。俺は俺のやり方でいきます。それさせない。むしろ置いたりしないけど。ここはまあ。マジでやめた方がいいよ。それは結構ガチで。さかきゃ。マジで笑われる。そうかってめっちゃわかるから。俺こそみたいな。まあ今日まで帰る。ちょっとしろ。あかんし。誰？ここまで気がする。やん。パッと見わかる？葉っぱ少ないからさ。葉っぱが切れすぎるよ。もうその独自理論やめた方がいいよ。確かに。はい。これは。お前。このバッグ見て。これはやばいよ。弟別に高木を持ってたのに。あれその高木持ってんねやろな。全然わからなかった。何いうことや。絶対買ってこいよ。そういうことだ。ビッグ続いてるでしょ。ずっと触って粘るよ。そこにバトルとお水置いて水道水夜見るからな。見ればいい。なんかさ、バレんようになんでもやる。バレるからさ、こいつ。こんな。やるやつ初めて見た。それは本当のアホってやつで、そっちの完成度の高いんですか。何それアホみたいなこと考える。やっちゅうなくした。すぐバレた。いいっすね。普通にしようとしない。結構持ってる。あいつ飛びだからこれ。飛びだよに言われそうじゃない。そうですよね。俺がってやっぱあると思うよ。修理中のとこになったら。自らの言われたら無視してこっち来たから。無視してしたのに水かよ。やる必要ないんですって言ったらやばいなと思って無視した。こういうことない。いいからね。出ない。ゲームしたいな。葉っぱ少ないっていうか夜はゲージが。大きくなる人に朝めっちゃ苦しい子が。も
昔俺も高校生の時とか朝稽古前にスキヤで目が開いてました。僕も軽めにやろうっていう雰囲気を作ってまだ楽しかったです全員が復活するくらいにスンと無理やし今日どうでしょう。いやアップしないと気持ちおいおいおい。全部ですよ。遅いでこいつらどうですか。真っ白だ浮気あんも置いてショーのとこ行った水が勝利したうまいやっちゃったうまいおめでとう美味しいんだ今体感何キロぐらい増えたんですかね。何やっけな。探してほしいですよ。やだ押す差し入れのヒントがちょこちょこ出てるんで。飯いっぱいこうしたいと一晩栄養も多分あって筋肉がつく前までそんな食ってなかったんで、なんか結構体調崩すこと多かった。なるほど。それを差し出すみたいに言われていっぱい食えた。じゃあいい循環が作れつつあるってことですね。さあ体重何キロになってるかな。はい。95。まあ浴衣入れてやけど。見せて。お。95.5。はい、基準クリアです。イエーイ。すごい。